1324キロ。それは何？しばらくですね、高速生活。ちょっとパパは休憩します。今現時点で800キロ以上走ってるから、シャワーのセットしておきます。なんでもおやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、7時38分、室温 22.3 度、湿度 72% です。ね、湿度がなんかちょっと高いね、思ったより。ちょっとそれでジメッとしてたのかな。はい、で今日はですね、もう帰宅コースに向かっていきたいと思います。1300キロありました。なので、今日一日じゃつかないけど、今日からね、明日の夜ぐらいまでに帰ったらいいかなと思っております。おはようございます。なんでおはようございます。アンドは誰よりも早起きです。今日ね、バンクの上をね、鳥が歩いてたらしい。アンズ、鳥がいたらしいよ。アンズ。朝食を作ります。ママはガスで目玉焼きとかを作って、パパはケトルでお湯を沸かすと。この下の電源使ってみようかな。そういや。あ、確かに。ここに電源あるんじゃない？使ったことないけど。これで完璧や。両面焼きでもいいの？ね。いいね、アンズも。こんなもん。いただきます。味はついてないから醤油かけるのになる。醤油ついてない方が好き。無で食べれるの？塩とかもいらないんだ。あ、じゃあ塩かけるか。ママはがぜん卵は醤油派。ふーちゃんは塩派。塩なの？パパは醤油欲しい。私は塩。マジ？私塩よ。これに胡椒。いただき
きます。これ絶対美味しいよね。マママヨネーズで。胡椒や。はい、味濃い濃いじゃん。くーちゃんラピュタかったね。うんうんうん。あんまりラピュタのこと知らないけどじゃん。大丈夫、映画見てる。これから出発ですよ。はい。距離はね、1324キロです。すご。果てしな。さあ今日は何キロ削れるか。そうだね。帰りますよ。よし。じゃあ行きましょお世話になりました。う。いい RV パークでした。よし、お世話様でした。になりました。じゃあ行きます。はーい。あ、ちょっとここ道細かったわ。ここでもドッグランここなのかな。ね。結構でかいよね。いい運動になりそうだ。傾斜もあるから。じゃあね、今日はとりあえずもうここからね帰宅のみなんで。はい。ある意味気は楽です。そう。あとはねこのロングランですね。ひたすらロングラン。まずはねちょっと宮崎を出て、大分を抜けて、福岡を抜けるのかな。九州を離脱してそこから本州にまた入っていくというような予定です。海だ、右が。左な。あ、そう、左が。この下のところのこの海水浴場のあれかな。なんか駐車場があったよ。結構だからね海波の音聞こえるんだよね。ここがそうそう、ここ駐車場みたい。そうそう、結構ね波の音が聞こえた。あ、見えるか、ここから。ここね、この駐車場。さあまずは高速。そうね、まずは高速に乗って宮崎を出て大分に入ると。はい。まずはそこからだね。海だね。高速入りましたよ。はい、ここからね高速残り1318キロなんで、ということでねここからねしばらくですね高速生活でございます。高速車上生活。でも逆にすごいよね。日本の高速ってさ、ここからうちまでさ繋がってんだよ。まあ一本の高速道路ではなくて入れ替え乗り換えしながらだけど、それでも高速道路を降りることなく繋げていけるっていうのはすごい。九州からだって関東まで行けるんだからね。そう思ったらすごいね。すごい、まあ、キャンピングカーって魅力的だなと。まあ走らなきゃいけないけど。そう。はい、今ですね大分県に入りました。トンネルの中で大分県だったね。残りね、1265キロなんですけども、やっぱりね九州ねこのね緑のね景色がすごい多いよね。多いね。海も多いけど本当にねこういうね森林というか山の中を抜けてるなっていう感じがねすごくいいなと思っております。で今日はね雨も降ってないんでだいぶ快適に走れてます。でこの後はですね福岡県に入って、その後九州脱出みたいな感じになるかなと思います。意外とねまだまだね大分もねそれなりに走りますんで、まだ多分ね福岡まで100キロぐらいあるんじゃないかな。もうね5000キロを超えてしまったからね、あっという間だった。あっという間や。すごいいい景色やね、いい景色だね。まだ大分。まあでもなんかそろそろいろいろ北九州とか九州道とかいろんなワード的に福岡っぽい感じになってきたけど、どうなんだろうね。ただね見えてる以上に風が強いんだよね。そうなの、なんかすごい風強いんだよね。結構ね振られるね。やっぱりこれぐらい風強いと振られるね。のどか。まだまだかかりそうだね。なんとすごいタイミングよくこっから福岡に入るわ。はい、福岡県に入りました。ですからまた登って次はね山口の関門海峡だっけ、あそこまで行って橋まで行って渡って本州に戻ると。はい、で今ですね、門司港のねところ過ぎて関門橋、これを今走っておりますので、これを渡りきると山口県です。いやー九州意外と長かったなやっぱり。そうだね、長かったね。まあ、こっから帰りが早く感じれるのかどうなのか。残り1056キロ。そう
残り1056キロです。あー景色いいね、晴れてるから。ここだね。ここから山口県。山口県、あ、今入ったばっかり。はい、山口県に入りました。で、山口県もねまだ長いんで、山口抜けて次は、広島目指していきたいと思います。はい、今ですね、長い山口県を抜けて、ついにですね広島県に入りました。広島県大竹市です。ほぼノンストップでここまで来たけど894キロ残りだから、どこら走ったんだ、1300だ、500弱は走ったのか。まあ500まで走んだけど400ちょっと走ってますね。さすがにこの後宮島サービスエリアで一旦休憩入れようかなと思っております。まあ、この時間で500キロ走れればあと500キロ走るともうほぼほぼ近場だからね。確かに。どんぐらい走ったんだろう。でもさっき5000キロって言ってたよね。言ってた。400キロ以上走ってんだよ。もう今5400キロだから。今ですね残りが880キロというところでね、宮島サービスエリアの近くまで来ております。朝の10時過ぎかな、宮崎出発して、今ですね時刻は4時11分ということで早いね。あっという間でした今日は。まあ、ほぼほぼというかずっと運転して終わったっていう。でもう間もなくですね宮島サービスエリア着くんで、ここで一旦休憩を入れると。でまた広島からどこまで行けるかかな。恵那まで行きたいね。恵那ね。恵那まで行くともうだいぶ気が楽ですね。まあとりあえずでもねちょっとういちゃんもねお腹空いてるかもしれないから一旦止まって、あんずもお散歩して。そうね、パパその間ちょっと寝てようかな。よし、まあ、とりあえずねちょっと宮島サービスエリアで休憩していきたいと思います。じゃあママたちはね散歩行ったのでちょっとパパは休憩します。歯磨きだけして。はい、おシャンプー。はい。うーちゃんだけ高級アナゴいなりというものを食べようとしている。これで770円もした。ママたちなんておにぎりなのに、果たして好きなやつなのか。はい、今ですね宮島サービスエリアを出ました。で一応ですね、燃料もね満タンにしたので、あとはねここからどこまで走れるかなっていうところと、あとは、ね、今日ね車中泊どこでするか。そうね。さすがにやっぱね一気には帰れないから、ここからどこかでパーキングかねサービスエリアに泊まって、で一泊してまた明日の朝出発してみたいな感じかな。今日はどこまで走るんだろうな。割と走ったよね。まあでもねやっぱ神戸ぐらいになっちゃうかな。岐阜まではちょっと行けないかも。まあじゃあまた神戸まで行けたら同じということで、こっから長いんだよね。とりあえず大阪と京都は抜けたいよね。そこまでは抜けたいかな。今ですねもうほぼほぼ岡山県かな。もう岡山に入りますね。これだね岡山県。そう岡山県に入りました。今入りました。いやー広島やっと長い広島が終わりましたね。長かったわ。やっと岡山県。そう。はい、今ですね岡山県を抜けましてようやく兵庫県です。やっと兵庫です。兵庫県に入りました。だいぶ長いね。まだまだだけどね。今ね608キロなんで、だいたい半分ぐらい。まだ半分なの。だいたいね兵庫で半分、ちょっとまだまだ距離あるんでもう少しね進んでいきたいと思います。今ですねなんだ工事か。神戸過ぎたあたりからちょっと道路が騒がしい。そうね、やっぱりね神戸に近づくにつれて車がねだいぶ増えてきてる。ね、
で今ちょっとね神戸の夜景が見えてたんだけど見えなくなっちゃったね。おそらく今日はそう滋賀のどっかまでかな。ちょっとねこれ以上走っちゃうと走れるは走れるんだけどお風呂も入んなきゃいけないし時間帯がバグってきちゃうから。そう多分深夜帯になっちゃうから、まあ、ギリギリ10時ぐらいまでになんとか着くぐらい今まあとりあえずその混むと言われる区間を抜けたいよね。どうしてもねその神戸大阪京都だけは抜けたい。で今ね、残りお家までの距離も500キロだったらねまだ行けるかなっていう。今日今現時点で800キロ以上走ってるからまあまあ走れてるんじゃないかなって。で思った以上に疲労もないからやっぱねフィアットのねいいところやっぱこのね長距離が意外と楽なんかな。多分ねこのデュカとかね意外とね力はある走り、パワー不足もないしであとクルコンが簡単で使いやすいすごく。あ、そう。まあ標準だからすごいレバー式ですぐできるっていうのもあるんだけどで解除もしやすいしこれあれじゃないかな吹田まで行ったら大阪じゃないかな。大渋滞区間神戸大阪京都を抜ければ今日はもうミッションコンプリートかなね。という感じです。はいということでね今ね大阪に入りました。世話しない。はい、まあ、ということでね次はね京都まで行ってみたいと思います。はい今ですね京都府に入りました。いやようやく京都まで来た。大津とかだともう滋賀。大津は滋賀ここまで来れば、まあ、結構第一次渋滞ゾーンは抜けるんじゃないかな。いやーでも疲れた本当今日は。とりあえずこの京都を過ぎて、まあ、大津らへんはまだ混むんで多賀まで行っちゃえばここね多賀サービスエリアあと50分ぐらいかな。結構あるねまだ。あるね。まあ10時半ぐらいになっちゃうかな。滋賀県に入りました。はい今ね無事に滋賀入りです。表示を電光掲示板の表示を見る限りはトラック大型も開いてた。開いてて、まあ、一応空きマークみたいなの書いてある。まあ今日はタガでゴールにしよう。もうタガまで、ね、タガゴール。はいタガのサービスエリアまで残り3分です。やっとタガです。今外気温が14度ですね。だいぶ下がっております。自宅までが残り391キロということでだいぶ近づくなりました。頑張りました。930キロぐらい走ったのかな。めっちゃ走ったね。今日1日で930キロ多分過去一走ったんじゃないかな1日でね。さすがにねいくらクルコン使ってるとはいえね腕が疲れてきたね。もうハンドルを支えるのもだいぶ疲れてきた。まあもうあとね少しなんでここからねちょっと一気にねタガサービスエリアに入っていきたいと思います。はい今ね無事到着したのでもう先にねボイラー入れちゃいます。あ、そっか。これで一回ねちょっとお湯作っちゃいます。レンジで温めるパスタか、まあ、大したものはないよもう最初。あ、フグはある。フグは解凍してある。また冷食しかないね。まあもう作ってる時間もないからねそんなに。つけちゃうよ。なんだかんだ言ってパスタってまあだから時間かかるね。6分半。長っ。じゃあ温めますよ。本当はねなんかもうちょっとパスタが種類あったりとかいろんなもんあればよかったけど、寄った松清には何にもなかったよ。これぐらいしか。これがあっただけでもまだマシだと思わないと。台風ついたんじゃない？音がする。ね、暖かくなってきた。寒かったマジで。今冬吹きた。ガスでお湯？何がある？普通の醤油とチリとシーフード。醤油でいいかな。まあまあシーフード。醤油？カレーじゃない？
あれだった。水はゴロゴロしてます。なんでも疲れてるね。足りるかな。この大きさだったら三つ口そのまま使えそうだね。ベーフヒーター5じゃなくていいんだよね。もう緩めて点火する時だけ5にしない。3ぐらいにしとくか。FF をね入れとくとシャワー入った時にねシャワー室っていうかマルチルームも FF あるから寒いんだよね。一気に暖かくなるの。だからシャワー出た後も暖かいっていう。もうちょっと寒くない？寒くない。ポカポカでしょ。パパはずっと半袖だけど。なんで危ないでしょ。なんやあれって。今なんか箱から出てきたやつ。暑そうだからこれに乗って。まずこのレンジさん何やる？今日はねこのご飯だからね。うーちゃんも先食べちゃいな。まだねシャワーも入んなきゃいけない。うーちゃんはそこはでももう2回電子レンジかけてるんだよ。6分ぐらいね。6分以上8分かけてる。お湯でもかけとく。その後にスープパスタにでもする。そのこれね初日に買ったやつね。昨日壇ノ浦で買ってどっかで食べるだろうって思いながらとても少ない。そうだよ。まあでも確かに安かったからね。こんだけしか入ってないからね。いい1枚をペラチャでも我が家はみんなフグ好きなんで物価高の中1000円ちょっとでこれを出してるんだよトラフグ。むしろすごいと思うよ。なんかさ FF3 にしたけど出てるとまだボイラーは開いてないでしょ。 FF ボイラーにしちゃったからねちょっと時間かかるかも。まあでもどうせご飯食べてるからねその間に分けはいいからね。でもなんかさガスっていうかコンロがさいちいちセットしなきゃってよくなったから楽だよね。かなり手軽なんか火を使うさレベルがハードルが下がってるね。ね。前はやっぱり一回一回さカセットコンロをさ何かしらこう用意してさカシャッカシャッをしなきゃいけなかったし。でもさプロパンというハードルは上がったよね。あった。でもプロパン2本ガスにはできるんだよね一応。カセットガスできる。言ってたよね。もうめんどくさいから買っちゃってるから。めっちゃブシャーってやもうめんどくさい。いただきます。うちゃんも食べる？うーちゃんこれ好きなやつだよ自分。食べきれんのか。まあパスタにフグだからな。こっちもラーメンにフグだけどなかなか奇妙な組み合わせで。でもほら食べないとさ。いやにしても今日走ったね。走ったもやっぱ人生初だよ900キロもしたの1日で。うやばいよね。だいたい家から壇ノ浦までで1000キロぐらいだよ。だから意外と今日それぐらい走ってんだよ。サンちゃんさ運転席助手席がさ高いよね高い位置から見てるからなんか運転はすごくしやすい。なんかトラックと目線がそんなに変わらない。よしじゃあご飯食べ終わったらシャワー入って寝る。はい今ねシャワーのセットしております。このねシャワー入る前にねバスタオルだけ出してあとあれかスノコを落とさなきゃいけない。シャワー準備って言ってもスノコ出すぐらい。あとこれか1980円だったをセットしてその子をこっちに置いといてほしい。でこのお風呂セットはもうママたちがいつも使ってる温泉セットなんですからそのままダイレクトこんな感じで、セットするって言ってももはや置くだけです。よしじゃあうーちゃんお風呂入っちゃおう。いやこれもこれもあそうだ足マットもじゃあうーちゃんはさっきおやすみ。おやすみなさい。暑いからもう布団がいらないぐらい。おやすみ。おやすみ。はいということでね、今日はもう寝ます。明日はまだね400キロぐらい走んなきゃいけないのでもうシャワーも入ったし寝るだけです。また明日はね朝から運転していきます。はい。じゃあおやすみなさおやすみい。なさい。アンジュもおやすみなさい。おやすみなさいポッシュ。いい感じに風になる。はい、おはようございます。今ですね、8時48分、
室温 21.1 度、湿度 49% です。朝ね、結構ね、強い雨と風がありましたが、今はね、逆に晴れて少し外が暑いです。室内はですね、エアコン入れてますので、21度をキープしております。はい。今日もね、ちゃんと寝れたので、この後ですね、準備して、さらにね、進んでいきたいと思います。はい、おはようございます。あんちゃん早い。いつも早起きだね、あんちゃんはね。あんちゃん雨降ってたの知ってるよね、きっとね。もじょもじょしてたよね。よし、うちゃんも起きて。はい、もうね、間もなく出発するんで、今ね、これね、サービスエリアで買ってきました。うい、パパがよくわかんないものまで買ってきました。何をってしらばっくれてんじゃないの。なんだこれは。ギガ団子。なんだこれ一つの串になってるの、これ見えてないんだけど。あ、ほんまや。なんかうーちゃんからすごいね誰が食べるねん。手よか大きいよ、ほら。すごいね、ギガ団子。ここまであるからね、ギガ。あ、それ何？あ、自分でかけろスタイル？これ何？きな粉？きな粉なんじゃない？知らない。みたらしときな粉混ぜるの？わかんない。すごいでっかいね、これ。うん、でかい。見てよ、ういちゃんの顔ぐらいあんじゃねねギガ団子。うーちゃんこんなお餅絶対食べれない。団子お餅。パパ食べるだそうです。これはね、お昼、おやつです。おやつ？おや重量がおやつじゃない。で、これ食べながら向かって食べながらいけないよ、ギガ団子。よし、こうスタンドある？ありそうだね、ありそうだね。ここで入れとけばワンチャンノンストップで帰れるのか？ノンストップっていうかもう給油しなくてもいける。はい、今ですね、出発しました。帰り2日目の朝です。いい天気です。10時20分に出発です。いっぱい寝ました。で、ここからね、439キロですね。到着予定時刻が3時40分なんで、まあ大体5時間ぐらいかな。まあ途中多分お昼とか食べたり休憩するから、まあなんだかんだ着くのは6時ぐらいかなと思ってます。まあまあ半分以上走ってるから気は楽かな。で、今日はね、幸い天気はいいみたいだから。ただ風がなんかね、ところどころあるから、そこだけ気をつけていかないと。でもあんまりね、この車体感してる感じでね、そんなに風の影響をね、思ったほど受けてない。ホイールベースが長いからなのか、欧州のキャンピングカーってなんかちょっと作りが違うんだなっていう感じがします。はい、まあいずれにしてもね、今滋賀県なので、次はですね、岐阜に入って愛知に入って岐阜になって長野かなっていう順番だと思います。はい、今ですね、岐阜県に入りました。のどかです。変わらない景色。もうすぐね、関ヶ原インターチェンジですね。またね、少し走ると愛知県に今度入りますので、一旦ね、岐阜から愛知に入って、愛知からまた岐阜に戻るという形なので、次はですね、愛知県の方を目指していきたいと思います。あそこじゃない、あそこから愛知やな。木曽川。この川を下ったらいよいよ愛知県です。あ、ここだね、愛知県。社長ほら。さあ、やっとね、愛知まで帰ってきました。まあ愛知まで来ればね、もうゴール地点というか気が楽というか。ちょっと怖いのが、この愛知がね、小牧のインターあたりがね、割と混んだりするんで、そこだけだね。今のところはね、そんな混んでなさそうなんで、ただやっぱ車がちょっと多いよね、こっちは。多いね。そこだけかな。で、とりあえずね、今からまたね、岐阜に戻ります。はい、今ですね、岐阜県に戻ってまいりました。ただいま岐阜。あっという間のね、愛知です。ここからはこっからはまた少し走って、まああれだね、恵那を越えて飯田に入って長野かな。そっから長野かな。なるほど。じゃあ次は長野なのね。はい、今ですね、阿智の方に入りましたので、おそらくね、もう長野県に入ったと思います。いい天気だよ。うん、ずっといい天気だね、今日。ね。まあちょっとね、時折風はあるんで気をつけないといけないですけど。あと270キロぐらいだね。はい、今ですね、長野県の小バス停山サービスエリア近くに来ております。で、まあ、この後ね、ちょっと軽くもお昼食べちゃおうかということで、さっきね買ってきたんで、それをね車で食べようかなと思います。
残りがね140キロとなっているので、だいぶね近くなりました。なのでここからねちょっとね休憩も入れつつということで、ゆっくり帰りましょう。一旦サービスエリア寄ってご飯食べたりゆっくり休憩します。はーい。休憩です。よし、ちょっと無事にパーキングついて、景色もまあまあいい。いいね、結構見えるね外。全部開けてもいいけど、ちょっと見えるけどワンクッションあるからちょっとそこまでやね、嫌じゃない。じゃあご飯食べよう。これねさっき買ってきたやつね、塩むすびと唐揚げお味噌汁いいかな。といらない。塩むすびと卵焼きさっき卵を焼き食べたじゃん。柿の葉寿司。結構お腹減った。柿の葉寿司ってあんま聞かないで、あとは簡単にお味噌汁インスタント。車でいいや。エアコンこのままでいいんでしょ別に。大丈夫。そこだけは3000ワットのインバーターだからね、無駄にハイパワーだから。よくも悪くも10日間ぐらい出てたけどさ、この車で、すごい快適だった。いや電気問題では悩まされたけど、車内空間としてはものすごく快適だったよ。ベッドの対してのさ、寝ることに対しての質が違う。いや質が違う。マットレスとかも本当なんか家のマットレスみたいな感じ。寝心地っていうのはすごく良くて、だからそこをなんかすごい重点に置いてるなっていうのが分かる感じで、だからやっぱり向こうはあれなんだろうね、長いんだろうね、一回の旅が。ロングステイ。そうなんか多分そういう作りなんだろうなっていう感じがする。だけど居住空間はすごくいい。とりあえず味噌汁。みーちゃんのが唐揚げだけど2個入ってたらさ半分半分にしようよ。じゃあ一つずついただきたいところでした。じゃあいただきます。こうやってくるくるくるってこの中にお寿司が入ってます。それは何？わかんない。わかんないかい。中はサバ？これはサバかな。これはサバだね。匂いが柏餅の匂いがする。柏なの？柿じゃないの？柿でしょ。柿の葉だかじゃあ柏じゃない。ら。ついちゃう。じゃあ卵あげるよ。じゃあ葉っぱ入れて。いらないよ。サラとしてどうすごくいらない。ギガ団子、そして iPhone はこんぐらい違う。宮崎のマンゴこうやって切るらしいよ。ー。マンゴーなんて買うの初めてだよ。初めて。だから初めて剥いた。これは切った人の特権だよね。あ、端っこ。端っこじゃ真ん中。私真ん中の。めっちゃうまい。何味見したい。めっちゃうまい。団子はパパ専門で。団子でかこれ何？こうやって食べる。あ、こうやったらそういうこなんかもう食べようとしてる人がいる。ひどい。もう食べたい。もう食べたい。なんてやつ。甘いでしょ。うちも味見しよう。と。じゃあパパは本当に行くわ。ママが剥いたら見て。かわいそう。第1号を食べれない。すごいな。すごいボリュームだね。思うんだけどそれ食べれるの？まずこのみたらしの量がえぐいよ。結構食べ応えありそう。なるほどなるほど。お餅食べた後のもうそれでお腹いっぱいになりそうだね。やお餅ばそう。食べた後のマンゴーが。じゃあまあね、これ食べたら出発しましょはい。はい。まだ長野だからねもう。う。よし、じゃあ行きましょう。最初そっちが OK？やばい、この車になってものすごく虫すごいバンクにすごかったね。ね。窓もすごいよ。当たる面積が多いんだろうね。そうだと思早く車洗いたいもん。うね。おお、景色いいね。すごいね。景色だ。こんな感じです。なんか窓ちっちゃいから見づらいのよ。こんな感じです。はい、ということでね、今回はですね、宮崎県日向市からね、まあ約丸2日間かなかけて戻ってまいりました。昨日の朝10時まではね宮崎県にまだいました。でそこから出発して、翌日の18時15分には今ですね
群馬県の横川サービスエリアの近くをですね走行しております。その距離ね約ね1300キロということで、だいぶね今回長い旅路になりましたが、無事にですねここまで帰ってきております。はい、ということでね今回ですねこのロングランで帰ってきたんですけども、高速をねずっとねこの走っておりまして、宮崎県からねここまでね1回も降りておりません。そっか、降りてないのか。そう、ずっと高速で来てます。なので今回はですねこの帰りはキャンピングカーの中でのシャワーを使って、お風呂入ったり、ご飯もね全部この中で済ましております。なので結構ね車内完結型の旅ができたんじゃないかなと。かなり快適だったね。またやっぱりね地方のね今いろんなとこ行ってね旅をするスタイルと、またちょっとこのね高速だけでね移動するスタイルってまたちょっとこう利便性が違うというか、輸入車のねすごいねこの辺は特権なんじゃないかなって思うのが、そういったシャワーとかね付帯設備がねやっぱ結構充実してたっていうのを今回の旅を通してね分かりました。そんな感じでね今回のねこの1300キロのね、九州から関東へ帰ってくるこの旅ですが、いろんなことにね気づけたんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。